どうも、ワンピースの道徳、仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは D の一族です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこちらの動画は1023話までの内容を含みます。また、こうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まず D とは、1話のタイトルにも使われている、ドーン、夜明けという意味だと考えます。ワンピースで多用されている、擬音も、ドーン、ドーン、などです。夜明けは夜が明けて太陽が昇るという意味ですから、世界各地で様々な支配を打ち破ってきたルフィにぴったりです。973話でも、明けない夜はイコール支配だと表現されています。この973話のタイトルは、光月の一族です。光月おでんは和の国の開国を願い、それを赤座屋たちは夜明けだとも表現していました。そしてペドロや光月おでん、さらにロジャーが待っていた男、イコール世界を夜明けへ導く者とは、おそらくジョイボーイであり、イコールルフィでしょう。そして1023話のタイトル、ウリ2つにおいて、超希少種族、キングはルナーリア族の末裔であり、さらにレッドラインには、かつて神の国があったと語られました。この1023話では様々なウリ二つが表現されていたことから、もしかすると神の国は和の国とウリ二つではないかと考えました。それは和の国が竜であるカイドウに乗っ取られたなら、神の国は天竜人に乗っ取られたという可能性です。この国取りのイメージはクロコダイルとドフラミンゴにも通じてくるキーワードでしょう。となると夜明け、開国を願う光月の一族、赤座屋たちは D の一族とウリ二つである可能性が浮上するわけです。つまり D の意志とは仇討ちの意志、世界を夜明けへ導く意志でしょうか。800年前に滅んだある巨大な王国を守れなかった D の一族は天竜人に仇討ちを仕掛けたのでしょうか。 D は神の天敵。ここで言う神は自称神である天竜人です。天竜人は神ではありません。世界各地の20の王族が集まって800年前に勝手に自分たちは神だと名乗っているだけであり、本当の神は神の国に存在したのでしょう。そんな天竜人たちは明らかに D の一族を恐れています。それは黒住オロチが赤座屋たちを恐れていたようにです。そして赤座屋9人男が9人だったなら、800年前の D の一族ももしかすると9人から構成されていたかもしれません。それはこちらの動画でも考えたように、モンキー D、ゴール D、トラファルガー D、ポートガス D、ハグワール D、マーシャル D、6つの一族の D が現在登場していますから、 D の一族は800年前にはあと3人いたのでしょう。そして赤座屋9人男と D の一族がもしもウリ2つならば、800年前の D の一族には裏切り者がいたのではないでしょうか。これは1年前こちらの動画で考えた D の同士討ちの考察と合致しています。赤座屋9人男の裏切り者といえば、もちろん黒住勘十郎です。この黒住は黒ひげとつながるかもしれません。こちらの動画では黒住オロチと黒ひげの関係性を考えましたが、大きく分けて黒住イコール黒ひげのイメージだと捉えると、黒ひげことマーシャル D は黒住勘十郎ともつながると。黒い墨と書いて黒住は黒い墨を吐くタコのイメージ。それは以前の動画でも考えたように、黒ひげにはタコのイメージが意図的に設定されています。そして黒ひげが持つ闇闇の実は筆筆の実の墨汁ともイメージが合致しています。裏切り者勘十郎が死んだのは1014話、話数の語呂合わせは D の意志、D の意志でした。ここで勘十郎は親友だった金右衛門に切られて人生の幕を下ろしています。となると、これも800年前とウリ2つなら、マーシャル D とモンキー D はかつて親友だった。モンキーを逆から読むと金も金右衛門。つまり800年前、マーシャル D は D の一族を裏切ったかもしれない。そんな可能性です。次に仇討ちについても考えましょう。神の国と和の国、D の一族と赤座屋がウリ2つだと仮定するなら、 D の一族の仇討ちは800年前おそらく失敗に終わったのでしょう。 D の一族は明らかに世界政府から存在を隠蔽されており、ドクタークレハは生きていたのか D の意志はと言っていました。これは亡霊と呼ばれている赤座屋たちのイメージと合致しますし、和の国では子供たちに歴史を改ざんして教えていましたが、これも世界政府が空白の100年の歴史を隠蔽していることと同じです。ゴールディ・ロジャーはゴールド・ロジャーだと名前を隠蔽されて怒っていました。そして世界政府、天竜人たちは明らかに D を恐れていると白ひげもクローバー博士も突きつけていました。となると D の一族にはかつて赤座屋9人男のように守るべき王、仕えていた王がいたということでしょうか。
しかし D の一族はほぼ全員自由を愛するキャラクターですから、なんとなく人の下についていた家臣という感じがありません。仕えていた王というよりも、それは友達ではないでしょうか。800年前の D の一族の場合は、赤座役人男とは違い、友達のために仇討ちを誓ったような気がします。ここまでルフィの戦いのほとんどが友達のために戦っているからです。次にこれらの考えを別の角度から考えてみましょう。こちらの動画では400年前、黄金の国と呼ばれたワノ国とジャヤの黄金都市シャンドラとのつながりについて考えました。例えばそれは栗の大名と栗頭のノーランドなどです。このワノ国とシャンドラとつながるもう一つの国があります。それはドレスローザです。ドレスローザと共存していたドンタッタの国にはノーランド像がありました。ワノ国編のカイドウとドレスローザ編のドフラミンゴは取引相手として話が繋がっていますし、そのように考えると栗の王、つまり栗の王と陸王も繋がるかもしれません。元天竜人のドフラミンゴと戦うドレスローザ編は、こちらの動画で800年前に起きたある巨大な王国が滅びた話と繋がるストーリーだとも考えました。つまりまとめると、800年前に滅んだ巨大な王国は天竜人に国を盗まれた。それは国を盗まれたワノ国とドレスローザを掛け合わせたかのような話なのかもしれません。それは同じく800年前に滅んだ黄金都市シャンドラと関係があるでしょう。やはりジャヤのドクロの島の左目にはかつて何らかの国があったのではないでしょうか。右目のシャンドラに月の民がいたなら、左目には太陽の民がいたと。それこそが D、ドーン、夜明けの一族。それは以前も考えたように正義の門にも似たジョーラの芸術ダイイングアートがヒントになっている。右目がシャンドラ、左目が D の一族の国。すると中央で泣いている桃之助は何を表しているのでしょうか。これがかつて聖地マリージョアにあった神の国のイメージでしょうか。つまりこれらから考えられる800年前のストーリーは、ドクロの島の右目にあった月の民の国シャンドラと、ドクロの島の左目にあった太陽の国 D の国、そしてレッドラインの上にあった神の国は友達だった。いや、全世界が友達だった。魚人、巨人、小人、月の民、手長族、足長族、すべての種族は800年前、神の国の下で友達だった。これはビッグマムの夢とほぼ同じです。俺の夢は世界中のあらゆる人種が家族となり、同じ目線で食卓を囲むこと。この夢が語られたのは834話話数の語呂合わせは、優しい、優しい、優しい俺の夢。扉絵はルフィです。そしてルフィはドレスローザにて小人のトンタッタ、魚人のハイルディ、手長族のイオ、足長族のブルーギリなどを傘下にし、さらに魚人のジンベエも仲間に引き入れていますから、麦わら大船団は差別のない人種のルツボです。この麦わら大船団と同じように800年前の世界も差別や格差がない神の国が統治する世界だったのではないでしょうか。しかしこの神の国を天竜人たちは何らかの理由で滅ぼした。そして友達である月と太陽の国は仇討ちを仕掛けるが、マーシャル D などの裏切りにもあって天竜人たちに敗北して滅ぼされたと。この月の民を交えた古い神と新しい神による戦いのイメージは空島で一度我々は見ています。それは273話クインテット。新しい神はエネルのイメージ、古い神はガンフォール、月の民はワイパー、太陽の民、つまり D を表す人物は D について知りたいロビンでしょうか。すると残ったゾロのイメージはワノ国。新しい神が天竜人、古い神が神の国、月の国がシャンドラ、太陽の国が D。 ここへ介入していたのがワノ国。ではワノ国は800年前どんな役割だったのでしょうか。これは象のモコモ公国がヒントなのかもしれません。モコモ公国には昼の王犬嵐と夜の王ネコマムシ、2人の王がいました。この昼と夜の王はここまで考えてきたドクロの島の右目と左目、太陽と月の国を表すかもしれません。となるとモコモ公国には昼と夜の王、2人の王の間を唯一行き来できる役職、王の鳥というポジションがありました。ワンダとキャロットです。そしてワノ国光月家の家紋は鳥です。つまりワノ国は月の国シャンドラと太陽の国 D を何らかの方法で行き来していたと。それはこちらの動画で光月家は800年前空飛ぶ船を持っていた
と考えました。そしてもしも D の国の名前がそのままドーン王国なら、以前も考えた通り、ドーンとシャンドラを合わせるとドンシャンドラとなり、それはドラをドンジャンと鳴らす、歌舞伎において戦乱のイメージで鳴らす音楽、東寄せになり、このドンジャンドラの東寄せはお祭りや宴を意味するドンちゃん騒ぎのドンちゃんの語源につながります。もう一度まとめましょう。今回はかすかな可能性から800年前の物語を考えてみました。それは天竜人が神の国を滅ぼした物語で、赤鞘9人男の仇討ちは D の一族、D の意志、ドーン、夜明けの意志と瓜二つだと考えました。さらにこれらの話は黄金都市シャンドラとも繋がってくると考えます。このように考えた決定的な場面が987話にあります。987話で金右衛門は竜であるカイドウの前でルフィについて以下のように語っています。彼はいつかこの海の頂点に立つ男、拙者たちが全員死のうが彼がいる。和の国には必ず夜明けは来る。それが主君との約束ゆえ。この時の金右衛門はなぜか左目だけを見開いていました。つまりこれはドクロの島の左目が開く、夜明けが訪れるイメージでしょうか。となるとジャヤとアッパーヤドが合わさったドクロの島は同じくドクロの島、鬼ヶ島と表裏一体なのでしょうか。鬼ヶ島の語呂合わせは0を前につけて鬼ヶ島。254話、タイトルは夜明けの曲と書いてオーバードです。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。